不動産屋さんの怪談です。若い頃はいろいろ悩みがあるものですが、そんな時に不思議な体験をするものです。さて、これは20代後半の牧師さんをされている方から聞いた体験談です。その方を仮にゆうきさんとしておきますが、そのゆうきさんが中学3年生の頃に体験した話です。当時ゆうきさんはかなりやんちゃだったそうです。学校がつまらなく勉強も嫌いで、高校に進むべきかどうか悩んでいたそうです。そのゆうきさんですが、子供の頃からよく行った地元で有名なお寺があったので、そうだ、お寺に行こうと思いました。そこに参拝に行けば何か自分の進路のヒントになるような例示を受けるのではないかと考えたそうです。それは夏の暑い日の夕方6時頃でした。夏でしたから6時といってもまだまだ明るかったそうです。そこでそのお寺は自宅から少し離れた山奥にありましたが、運動がてらジョギングで行くことにしました。最初は人通りの激しい賑やかな街道を走っていましたが、だんだんお寺に近くなるにつれて行き交う人も少なくなっていったそうです。そしてちょうどお寺の本堂の入り口まで1キロぐらいのところで、辺りは山道に差し掛かっていき、人は誰もいなくなりました。お寺までの道はその山の林道一本だけだそうで、横にそれる道もなく、ゆうきさんはただまっすぐ道なりに走っていました。時間にして6時から7時の間ぐらいでしたが、山道ですので普通の街道とは違って、辺りは森で木々に囲まれていたので、かなり薄暗くなっていました。ゆうきさんはその時、イヤホンで音楽を聴きながら走っていたそうです。そして前方の緩やかなカーブを曲がった時でした。突然目の前を2人の小学校低学年ぐらいの少年たちが走っていたのでした。後ろ姿だったので、どんな少年たちだったかまでは分かりませんでした。おや、小学生がいるなとゆうきさんは思いましたが、特に不思議には思いませんでした。ただ真夏ですから、ゆうきさんは半袖半ズボンの軽装なのに、その2人の少年はダウンジャンパーを着てフードをかぶっていたそうです。それはサッカーの控え選手が着るベンチコートのようだったそうで、一人は青、もう一人は黒いジャンパーを着ていました。ゆうきさんはサウナスーツのつもりで着ているのかなと若干奇妙には感じましたが、この時もイヤホンの音楽に気を取られていたのか、特に不思議とも思わなかったそうです。そして所詮小学生の歩調ですからゆっくりで、ゆうきさんは少年たちにすぐ近づいてしまいました。少年たちの後ろを走っていたのですが、彼らに前を走られるとゆうきさんの走るペースが乱されるので、そのまま2人を追い越したそうです。ところで追い抜く直前にゆうきさんはイヤホンを外して音楽を聴くのをやめたそうです。追い抜いた際も振り返ることなくゆうきさんは走り続けていたので、少年たちの顔を見ることもありませんでした。そして本堂に向かう長い石段を一気にダッシュで登っていったそうです。その途中、本堂まであと200メーターから300メーターぐらいのところで後ろを振り返ってみると、さっきの少年たちはもうすでに見えなくなっていました。しばらくしてゆうきさんはついに本堂の門のところに到着したそうです。その時点で辺りは急に暗くなっていたため、10メーターぐらい先しか見えなくなっていました。そしてゆうきさんがその門をくぐった時でした。ゆうきさんは突然ガクンと腰が抜けてしまい、動けなくなったそうです。それと同時に自分の目を疑いました。目の前にあるお寺の本堂にさっきの少年2人がいるのでした。さっき追い越したはずのあの少年たちが本堂のところに立っているのです。ゆうきさんに戦慄が走ったそうです。あれだけの距離を引き離して、またさらに何百段もの石段を登ってきたゆうきさんを、小学生の足で追いつき追い抜くことは不可能です。
たとえ大人の足でも無理な距離でした。100歩譲って可能だったとしても、結城さんとすれ違うはずで、近道などどこにもない一本道の林道ではありえないことでした。するとその2人の少年は、本堂の先にある奥の院の方向に向きを変えて、突然無言で走り去っていきました。呆然とその情景を見ていた結城さんは、はっと我に返ったそうです。そもそも初めからおかしかったことに気がつきました。あんな山の薄暗い林道に小学校3年生ぐらいの少年2人がいること自体おかしい上に、夏に服装がダウンジャンパーというのもありえないことでした。そして今気がついたことは、彼らが奥の院の方に向かって行った時、彼らの走る足音が全くしなかったということでした。もし林道で彼らに出会った時、イヤホンで音楽を聴いていなかったら、その時点で彼らの足音がないことに気がついていたかもしれませんね。そしてさらに結城さんはあることを思い出したそうです。実はその奥の院は天狗を祀っているそうで、その奥の院に向かう道の途中に2つの天狗の像があるということでした。その天狗の像ですが、まさに小学校低学年ぐらいの子供の背丈なんだそうです。結城さんはその時、自分は本当の天狗を見たのではないか、その天狗たちは空を飛んで本堂へ先にたどり着いたのではないか、そして天狗たちが祀られている奥の院に帰っていったのではないかと思うそうです。腰が抜けたままずっと動けない結城さんは、急いで携帯から父親に電話をして事情を説明し、車で迎えに来てもらったそうです。結城さんは天狗というと、普通鼻が長い天狗のお面や偶話の挿絵の姿を思い浮かべますが、実際彼が見たものは手足もちゃんとある全くの人間の姿で、暗くて顔ははっきりは見えませんでしたが、あの肌の色、質感は我々とどこも違わない人間そのものだったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。